この間ね、娘が、ママただいまーって言って、すごい元気よく帰ってきたの。で、お帰りって。で、今日そういえば友達となんか公園に遊びに行く約束してるんだって朝言ってたなと思ったの。だから出かけるのかなと思ったら、もうパーッと部屋に行って着替えてポーチの中になんかこう入れて準備してたのね。で、やっぱり行くんだと思ったの。そしたらそのポーチ入れてる音とか準備してる音が聞こえるんだけど、それと同時に急にワーンって泣き出してたの、長女が。で、私としてはさ、待って。さっき、めっちゃ元気でただいまって帰ってきた長女が、急にバーンって泣き出したからさ、どうしたっつって、聞きに行ったのさ。そしたら、大好きな友達に、例えば A ちゃんとするじゃん？その大好きな友達の A ちゃんに、A ちゃんなんてもう大嫌いって言っちゃったんだって。で、そんなことを自分が言うとも思わなかったし、そんな気持ちは全然ないのに、自分の気持ちが抑えられなくって言っちゃったことが悔しくて悲しいって言って、わーって泣いててさ、おー、そうかーっつって、そういうことあるよなーって聞いてたの。どういう状況で、大嫌いって言っちゃったんだっていう話をさ。だから、なんか、トイレでさ、なんかトイレの花子さんとかこっくりさんとか、そういうの小学校の時でちょっとみんな興味あるじゃない？で、それをこうわーっとやってて、なんか娘はそういうのあんまし、好きじゃないし、ちょっとそういうのやめといたらって、言ったら、無視されて、そりゃそうだよね。みんな盛り上がってやってんだからさ。無視して、そのゲームみたいな花子さんとかこっくりさんとかをやっている集団の中に、その自分の一番仲がいいって思っている子がいて、でその子にやめたらみたいなこと言ったら、なんかうんって言ってもらえなくって、でつい悲しくってそんなことを言っちゃったって。全然嫌いじゃないし、むしろ大好きだから自分の意見と一緒じゃないのが悲しくって言っちゃったんだって、もう取り返しがつかないって言ってわーって泣いててさ、教えてあげようか。もうママって基本的に不用意な発言しかしていない人生を歩んでるから、もうママは不用意な発言の塊なんですみたいな。あれ言わなきゃよかったな、これ言わなきゃよかったな、もうなんであんなこと言ったらもう土地狂いまくってんじゃんっていう発言の集大成としてママがいるんですけど、それでも何度だって人生は挽回のチャンスがあるし、何度だって逆転ホームランのチャンスがあるし、絶対に今度あなたが明日会う時、その子に本当にそんなつもりじゃなくて、自分の気持ちはこういうふうに思ってて、でそれがさ、逆にそういう気持ちが伝えられずに悲しくって大嫌いって言ってしまった、本当にごめんなさいって、そう言ったらちゃんと伝わるよっていうさ話をしてて、もうポロ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 って涙を流しながら行ってくるっつって公園に遊びに行ったんだよね。でその日ゲリラ豪雨みたいな超豪雨で、だからその大嫌いって言った大好きなお友達と約束していて公園に行ったみたいでさ、ですごい落ち込んで帰ってきて誰もいなかったっつってさ、でなんかさ、こういう時にさ、自分を自分でどう導いていくかで、自分を幸せにできる人って本当に自分しかいないじゃん。で、自分を大丈夫だよって言ってあげられる人って本当自分しかいないじゃん。こういう時にさ、その自分を大丈夫だよに持っていく底力みたいなものを私は一番彼女に伝えたいって思っていて、だって不用意な発言とかするし失敗もするしさ、言っちゃいけないこともやっちゃいけないこととかもうやりまくるじゃん人間って。でその時にもうそれで落ち込んでもう終わった、積んだって思っちゃいがちな時に、あるよな、こういうことあるよ、あるんだよ、だって人間だもの。でもさ、
何回だってやり直すチャンスあるよ。ごめんなさいって心から謝った時に、そこに開けない道はないぜって。もしそこで開けない道があるんだったら、その道じゃないんだよ、人生の道は。たくさんあるぜって思える自分になるように、彼女が自分の心を導いていってほしいって思って、で、その後さ、後日談で、どうなったのっていうのを今日聞いてたの。したらさ、彼女が翌日、ごめんねって。で、その公園に来なかったのは、すごい土砂降りだったので、お母さんがやめときなって、こんな雨だからやめときなって言って諦めたのと、あと、大嫌いっていう発言があったから多分来ないだろうなって思って、その2つの理由で行かなかったんだなって、大丈夫だよって言ってくれたって。彼女は自分のことを僕って言うんだけどさ、僕は自分よりもすごく優しくて、自分よりもすごくしっかりしていて、自分よりも上の存在だなって思う、その A ちゃんがそこになんか行っちゃったことが悲しく思っちゃったって、ごめんなさいって思ってもいない大嫌いってことを言っちゃったんだ、ごめんなさいって言ったって言っててさ、でもさすごいねって、でもママ仲直りしようって言えなかったんだよって、仲直りしようっていう一言よりも大事なこと言ってるよみたいなさ、大丈夫だよって。で、彼女はさ、大丈夫大丈夫って言ってたんだけど、でも同時に大丈夫、私も自分のこと大嫌いだからって言ってたんだって。で、うちの娘は、僕の目標は A ちゃんのネガティブをなくすことだと思ってるって。なんか A ちゃんはとっても人気があるし、娘はね、私の友達は誰かって言われたら A ちゃんの名前が一番最初に出てくるけど、多分 A ちゃんは私の名前出てこないって。でも私ができることは、 A ちゃんはどっかも悪くない、 A ちゃんはとても素敵だ、 A ちゃんがそんな風に自分を嫌いになる必要がないっていうことを伝え続けることだから、そのために A ちゃんの友達になったと思うって。 A ちゃんが責めちゃわないように、僕にとっては初めの一歩もできていないぐらいの忘れ物がないこととか、勉強ができることとか、塾とかそろばん行ってることとか、僕にとっては雲の上の存在みたいなことを難なくやれる A ちゃんで、その A ちゃんが自分のことが大嫌いっていうのを、それを変えるために一緒にいたいと思う。でも自分の気持ちが抑えられなくて、自分もこの間嫌いって言ったことがすごく悔しいし、でもやっぱり諦めずに A ちゃんの隣にいて、 A ちゃんがもっともっと自分のことが好きになれるように一緒にいたいんだっていう話をしてくれてさ、なんか彼女なりのすごく葛藤だったりさ、もちろんね未熟なところを含めてたくさんあるんだけれども、彼女のピュアな思いみたいなものに触れたし、彼女はとっても素敵なんだよっていう風に伝えようと思ってるのに、まだまだこんな僕ってその友達失格だよねみたいなさことを言っててさ、んなわけないじゃん。この小学校来てあなたに会えて、どんなに自分のことが嫌いでもそうじゃないよって言ってくれる、ずーっと言い続けてくれる人と一人出会えることがどれだけの宝物か。みんな一生かけてそういう人と出会いたいと思ってんだよって。でも小学校でそういう人と出会えたらすごく嬉しいじゃないか。自分がそういう人になれたらとても嬉しいじゃないか。誰かの心に火を灯せる人になれたらそんなに素晴らしいことはないじゃないかっていうね話をして、きっとその子にとってはあなたは天使になれるから思う存分応援してあげて、自分のできること、私の目から見たらあなたはこんなに素敵だよって、こんなにかけがえがなくてめちゃくちゃ輝いてるよって、もうびっくりするほど素敵なんだよって教えてあげてねっていう話をしててさ、お互いポロポロっつって親子で涙。なんかでもそういう自分自身がそういう人でありたいなと思うよね。自分自身が自分にとってね、なんだろうな、自分が別に責めなくてもさ、なんか失敗したりした時はもう世間が責めてくれるじゃないですか、ほっといても。だっ
たら、自分の頭は全部自分が幸せになるために、自分がほっとするために、自分が安心するために全部使いたいと思うんだよね。なんかそこがすごくいいなというか、なんかそういうあり方で自分自身もありたいなって思う。ついついその足りない部分とか至らなかったかなあそこみたいなことにフォーカスが向きがちだけどさ、そこですよ、舵の切りどころは。そこに流されて最も多い周波数帯に乗っていたらさ、最高のパーンっていう明るいエネルギー出せないじゃん。だからそうやって至らないことはたくさんあります。たくさんありますよ。でも毎秒新しいですよ。毎秒不連続ですよ。この今の次元に全部の可能性と全部の次元があるとしたら何選びましょうかっていうさ、なんかそういう切り替えるのは意志の力じゃない？で、そうやって意志の力で切り替えてる人を見て、かっけーって痺れて、いいね、最高だねって称え合って、私の分までそれしてくれてありがとうって思いながら自分の勇気に変えていくっていうのが、この場所の素敵なところだなって。そう、ほんとね、ピュアラブです。ピュアラブだなと、とても思いました。誰かにとっての一生味方でいるよっていう人でいたいし、私がこれやったからこの人離れていくかなとか、あれやったからこの人もう嫌いになったかなって思われる存在でいたくないっていうかさ、何やったっていいよ、何やったっていいじゃんか、人間だもんつって、好きにやんなっつって言いたいことは時々言うけど、基本的にずっと一緒にいるからってそういう風に言える人間でありたいし、自分自身にとっても誰よりも一番の味方でありたいなと。そのためにいろんな工夫といろんなチャレンジはたくさんしたいなという風にして思いました。じゃあね、ありがとうございました。